今日は渋谷の上空にある渋谷スカイに行った時のことを話したいと思います。渋谷といえば、人の多さや音、速いテンポを思い浮かべる人が多いと思いますが、この場所は、そんな渋谷を全く違う距離から見せてくれる場所でした。地上にいる時とは、時間の流れも気持ちの動き方も少し変わってくるのを感じます。渋谷駅の周りはいつ来ても人が多く、信号の音や話し声が重なっています。その中を歩いていると、自然と気持ちも少し急ぎがちになります。でも、建物の中に入り、エレベーターで上へ向かうにつれて、外の音が少しずつ遠くなっていきました。数字が上がっていくのを見ながら、今から別の渋谷を見るんだなと思い、気持ちも静かに切り替わっていきます。展望エリアに出た瞬間、目の前が一気に開けました。空が近く、風が直接当たり、街がずっと下の方に見えます。ガラス越しではなく、屋外に立っている感覚が強く、高い場所に来たという実感が体ではっきりわかりました。さっきまで歩いていた交差点やビルが小さくまとまって見え、その変化に少し驚きました。周りを見渡すと、東京の街が遠くまで続いています。建物の多さは変わらないのに、上から見ると不思議と落ち着いた景色に見えました。渋谷の賑やかさも、ここから見ると一つの流れのように感じられます。早く動いているように見えた街が、実はとても大きく、ゆっくりした存在なのだと、初めて気づいた気がしました。展望スペースでは、写真を撮る人も多いですが、ただ立ち止まって景色を見ている人もたくさんいました。誰かと話していても、声は自然と小さくなり、みんなこの高さと景色を静かに受け止めているようでした。渋谷という場所で、これほど落ち着いた空気を感じるとは思っていませんでした。天気がいい日には、遠くの山や東京の外側まで見えることがあります。空が広く、雲の動きもよく見えるので、時間が止まったように感じる瞬間もありました。街の中にいると、空を見る余裕がなくなりがちですが、ここでは空が主役になっているように思えます。視線が自然と上に向き、気持ちも軽くなっていきました。しばらく景色を見ていると、頭の中にあった細かい考え事が少しずつ遠くなっていきます。渋谷ではいつも何かに反応し続けている感じがありますが、渋谷スカイではその必要がありません。街を見下ろすことで、自分の立ち位置や悩みも少し引いて見られるような感覚がありました。夕方になると、空の色がゆっくり変わり、街の雰囲気も少しずつ変化していきます。明るい昼の東京から光が増えていく夜の東京へ、その移り変わりを同じ場所で見られるのは、とても贅沢な体験です。建物の明かりが一つずつつき始める様子を見ていると、街が静かに呼吸しているように感じられました。夜になると、渋谷の街は光の集まりになります。音は聞こえないのに、人の動きやエネルギーが光として伝わってくるようでした。それでも、うるさい印象はなく、全体としてとてもきれいにまとまって見えます。下にいる時とは全く違う渋谷の表情です。帰る時間が近づくと、もう少しここにいたいと思いました。何か特別なイベントがあるわけではありませんが、この高さと景色そのものが
十分な体験になっています。渋谷スカイは渋谷を楽しむ場所であると同時に、渋谷から少し離れるための場所でもあると思いました。渋谷は刺激が多く疲れやすい街だと感じることもあります。でも少し上に行くだけでこんなにも静かで広い視点が持てる場所があることに驚きと安心を感じました。渋谷スカイは東京の速さの中で自分のペースを取り戻せる場所です。渋谷をよく知っている人にも初めて来る人にもぜひ一度体験してほしい東京の新しい景色だと思います。今日は東京の新しい観光スポットとして話題になっている東京ドリームパークを訪れた時のことを話したいと思います。ここは特定のテーマだけに縛られた場所ではなく、今の東京を一つの空間に集めたような施設だと感じました。入る前からここでは何かを見るというより、何かを体験する時間になるだろうと自然に思えてきます。建物に近づくと、まずその開放的な雰囲気が目に入ります。大きくて新しい建物ですが、冷たい印象はなく、人が集まることを前提に作られているように感じました。入り口の周りには、写真を撮っている人や、ゆっくり歩いている人がいて、急いでいる空気はあまりありません。東京の中心にあるのに、どこか余裕のある空間だと思いました。中に入ると、音や光の使い方がとても印象的でした。強すぎる演出ではなく、歩いている人の動きに合わせて自然に変わっていくような感覚があります。はっきりとした目的がなくても、ただ歩いているだけで、ここに来ているという実感が生まれます。展示や体験スペースも説明をたくさん読まなくても楽しめるように作られていて、言葉より感覚が先に動く場所だと思いました。しばらく歩いていると、年齢や国籍の違う人たちが同じ空間でそれぞれの楽しみ方をしているのがわかります。誰かに合わせる必要はなく、興味を持った場所に立ち止まり、そうでなければ次へ進む、その自由さが心地よく感じられました。東京ドリームパークは、こう過ごしてくださいと決められていないところが大きな魅力だと思います。屋内の空間を楽しんだ後、外のエリアにも出てみました。空が見える場所に出ると、さっきまでの室内とは少し違う空気が流れています。ベンチに座って休んでいる人や、景色を見ながら話している人もいて、ここが一時的なイベント会場ではなく、過ごす場所として作られていることが伝わってきました。建物の中と外が自然につながっている感じがありました。施設全体を通して感じたのは、新しいのに落ち着けるという不思議なバランスです。最新の技術やデザインが使われているはずなのに、緊張する感じはありません。むしろ、初めて来たのに、もう一度来たことがあるような安心感があります。それは、この場所が特別な人のためではなく、誰でも自然に入れる場所として作られているからだと思いました。時間を気にせず歩いていると、あっという間に時間が過ぎていました。次にどこへ行くかを考えるより、もう少しここにいようかなと思わせてくれる場所は意外と多くありません。東京ドリームパークでは予定を詰めすぎない方が楽しめるように感じました。夕方に近づくと光の使い方や雰囲気が少しずつ変わっていきます。昼の賑やかさとは違い、
落ち着いた時間が流れ始め、歩いている人の動きもゆっくりになります。その変化を感じられるのも、この場所の魅力の一つです。一日の中で同じ場所が違う表情を見せてくれます。帰る頃には何かをたくさん見たというより、いい時間を過ごしたという気持ちが残りました。強い刺激や分かりやすい感動ではなく、じわじわと心に残る体験です。東京ドリームパークは最新の観光スポットでありながら、急がず自分のペースで過ごすことを許してくれる場所だと思いました。東京には新しい場所が次々に生まれますが、その中でまた来たいと自然に思える場所はそれほど多くありません。東京ドリームパークは流行だけで終わらず、これからの東京の日常の一部になっていく、そんな可能性を感じさせてくれる場所でした。初めて来る人にも、何度も来る人にも、それぞれ違う時間を用意してくれる、新しい東京の形だと思います。今日は渋谷にある宮下パークを歩いた時のことを話したいと思います。渋谷というと、人が多くて落ち着かない場所というイメージを持つ人も多いと思いますが、宮下パークはその渋谷の中にありながら少し違う時間の流れを感じられる場所でした。買い物や食事、公園で過ごす時間が同じ空間の中で自然につながっているのがとても印象に残っています。建物に近づくと、まず目に入るのは上に広がる緑の空間です。ビルの上に公園があるというだけで少し不思議な感じがしますが、実際に見てみると、思っていたよりも開放的で、空が近く感じられました。地上の賑やかな通りとは違い、上に上がるだけで音や空気が少し変わります。公園エリアを歩いてみると、ベンチに座って話している人や、静かに一人で過ごしている人の姿が見えました。観光スポットというより、日常の中の場所として使われている印象です。写真を撮る人もいますが、長く立ち止まって風を感じている人の方が多く、急いでいる雰囲気はあまりありませんでした。渋谷にいるのに少し気持ちが緩むのを感じます。公園のすぐ下にはカフェやレストラン、ショップが並んでいます。買い物をする人、食事を楽しむ人、ただ歩いている人がそれぞれの目的で同じ場所に集まっているのが宮下パークらしさだと思いました。どこか一つだけを楽しむ場所ではなく、いろいろな過ごし方が同時に許されている空間です。店の前を歩いていると、気になる場所がいくつも目に入りますが、全部を見る必要はありません。今日はここまで、また次はあそこへ、というように、何回かに分けて楽しめそうだと感じました。渋谷の他の場所では、今のうちに全部見なければと思いがちですが、ここでは、その気持ちが自然と弱くなります。少し疲れたら、また公園に戻って座ることができます。上から街を見下ろすと、たくさんの人が行き交っているのが見えますが、音はそれほど気になりません。街の動きは見えるのに、巻き込まれていない感じがあり、その距離感がとても心地よく思えました。渋谷のエネルギーを感じながら、同時に休める場所は意外と少ないと思います。夕方になると、空の色が少しずつ変わり、公園の雰囲気も落ち着いてきます。昼間とは違い、歩く人のスピードもゆっくりになり、話し声も柔らかくなっていきました。買い物を終えた人や、
仕事帰りの人が少しだけ立ち寄っている様子を見ると、宮下パークが特別な場所ではなく、日常の一部として使われていることがよくわかります。夜になると、建物の明かりと公園の照明が合わさり、全体が落ち着いた雰囲気に包まれます。賑やかな渋谷の夜とは違い、ここでは静かに過ごす選択もできます。遅くまで営業している店がある一方で、ただ座って話したり、何もせずに景色を見たりする時間も自然に受け入れられています。宮下パークを歩き終えたとき、たくさん遊んだというより、いいバランスで過ごせたという感覚が残りました。買い物、公園、食事、そのどれか一つが強すぎるわけではなく、全部がちょうどよくつながっています。渋谷という街の新しい使い方を体で教えてくれる場所だと思いました。渋谷は変化の早い街ですが、宮下パークはその変化の中で人が少し休める場所として、とても大切な存在だと感じます。目的があって行ってもいいし、特に理由がなくても立ち寄れる、その自由さがこの場所の一番の魅力です。東京を歩く中で、ここに来ると少し落ち着くと思える場所があることは、とてもありがたいことだと思いました。宮下パークは、今の東京らしさと人の優しい時間がちょうどいい形で重なっている場所です。今日は東京で話題のデジタルアート空間チームラボボーダーレスを訪れた時のことを話したいと思います。この場所は美術館と聞いて想像する静かな展示室とは少し違い、どこを歩いても体験が続いていく空間だと感じました。入る前からここでは作品を見るというより、自分がその中に入っていく時間になるのだろうと自然に思えてきます。入り口を通り、中に入ると、まず光と音に包まれます。壁や床、天井の境界がはっきりせず、どこまでが空間で、どこからが作品なのかがわからなくなります。説明の文字を読む前に、体が先に反応しているような感覚がありました。明るさや色がゆっくり変わり、足を止めるたびに、周りの景色も少しずつ変化していきます。歩いていると、作品は決まった場所に止まっていません。さっき見た光が別の部屋へ流れていったり、壁を越えて広がっていったりします。その動きを追いかけるうちに、次はどこへ行こうという考えより、今何が起きているかに自然と意識が向きました。地図がないこともこの場所の特徴ですが、迷っている感じはありません。どこへ行っても体験が続いているという安心感があります。人は多いはずなのに、不思議と混雑している感じは少なく、それぞれが自分のペースで歩いています。写真を撮る人もいれば、立ち止まってじっと光の動きを見ている人もいます。誰かと同じ見方をする必要がなく、こう感じなければならないという正解がないことがとても自由に思えました。暗い空間の中で色や形がはっきり浮かび上がると、時間の感覚が少し変わってきます。時計を見ようという気持ちが消え、何分経ったのかわからなくなりました。普段は次の予定や時間を気にしながら動いていますが、ここではその必要がありません。作品の変化に合わせて気持ちも静かに動いていきます。しばらく歩いていると、自分の動きが空間に影響していることに気づきました。近づくと変わる色、立ち止まると広がる光、その一つ一つが
自分もこの作品の一部になっているように感じさせます。ただ見ているだけではなく、そこにいること自体が体験になっているのが、チームラボボーダーレスの大きな特徴だと思いました。言葉で説明しようとすると少し難しく感じますが、実際に中にいるとその必要はありません。理解するより感じることが先に来ます。難しい知識がなくても、アートに詳しくなくても、ただ歩き、立ち止まり、光や音を受け取るだけで十分でした。その優しさが、この場所を多くの人に開いている理由だと思います。途中で少し静かな空間に入ると、動きの少ない光がゆっくり広がっていました。さっきまでの強い刺激とは違い、落ち着いた時間が流れています。その変化がとても自然で、無理に盛り上げようとしていないところに安心感を覚えました。強い印象だけでなく、静かな余白もちゃんと用意されている場所です。終わりに近づいても、ここで終わりというはっきりした区切りは感じませんでした。最後まで体験が続いているような感覚があり、外に出た時に初めて現実に戻ってきた気がしました。外の明るさや音が少し強く感じられたのを覚えています。チームラボボーダーレスで過ごした時間は、楽しかったという言葉だけでは足りない気がしました。驚きや綺麗さだけでなく、自分の感覚が少し広がったような不思議な余韻が残ります。何かを学んだわけではありませんが、普段とは違う見方や感じ方を体が覚えたように思いました。この場所はアートを見に行くというより、感覚をゆっくり動かしに行く場所だと思います。忙しい日常の中で、頭ではなく体で感じる時間を持つことは意外と少ないかもしれません。チームラボボーダーレスは、そうした時間を自然に作ってくれる、今の東京らしい新しい体験の一つだと感じました。初めて行く人も、もう一度行く人も、その時の気持ちや状態によって、きっと違う景色が見える場所だと思います。今日は、有楽町にあるプラネタリア東京を訪れた時のことを話したいと思います。東京の中心にあり、駅の近くで人も多い場所なのに、この施設に入った瞬間、外の世界と少し距離ができたように感じました。賑やかな街の中で、静かに空を見る時間が用意されていること自体が、とても特別に思えます。入り口に近づくと、照明は落ち着いていて、全体の雰囲気が柔らかく作られています。急いで歩く人は少なく、自然と足取りがゆっくりになります。週に入る前から、ここでは静かに過ごしていいんだという気持ちに切り替わっていくのが分かりました。東京にいることを忘れるというより、東京の中で別の時間に入っていくような感覚です。館内にはカフェや展示スペースもあり、プラネタリウムに入る前からすでに落ち着いた時間が始まっています。暗すぎず、明るすぎず、どこにいても目が疲れないように感じました。ここでは何かを急いで選ぶ必要がなく、ただいまの気分に合わせて動けばいい、その自由さが心地よく思えました。ドームに入ると、座席はとてもゆったりしていて、体を預けると自然に力が抜けます。天井いっぱいに広がる空を見上げる姿勢になるので、普段とは違う体の感覚になります。その時点で、すでに日常から少し離れていることに気づきました。周りの人の気配はありますが、払いさの中で
みんな同じ方向を見ている感じがあり、不思議な一体感があります。映像が始まると、星空がゆっくりと広がっていきました。とてもはっきりした星の光が、静かな音楽と一緒に流れていきます。難しい説明が多いわけではなく、言葉も優しく、星にあまり詳しくなくても自然に入り込める内容でした。知識を増やすというより、空を感じる時間だと感じました。星が動く様子を見ていると、時間の感覚が少し変わってきます。東京では、時間はいつも早く進んでいるように感じますが、ここではゆっくり流れているように思えました。仕事や予定のことを考える気持ちはいつの間にか遠くなり、今見ている光と音だけが残ります。映像の中で星空だけでなく、宇宙の広がりや地球の位置が表現されると、自分がとても小さな存在に感じられました。でも、その小ささは不安ではなく安心に近いものでした。すべてを自分で抱えなくてもいいのだと、静かに教えられているような気がします。音楽とナレーションは強すぎず、眠くなるほどでもなく、ちょうどいい距離感でした。目を閉じても、また開いても、どちらでも心地よく過ごせます。集中して見ることもできるし、少しぼんやりすることも許されている、その空気がとても優しく感じられました。上映が終わり少しずつ明るくなると、現実に戻ってくる感覚がありますが、急に引き戻される感じはありません。立ち上がった時、体も気持ちも来た時より軽くなっているのに気づきました。短い時間だったはずなのに、しっかり休んだような感覚が残っています。外に出ると、また東京の音や光に包まれます。でも、不思議と疲れは感じませんでした。さっき見た星空が、心の奥に静かに残っていて、街の賑やかさも少し柔らかく受け止められるように思えました。空を見上げる余裕が少し戻ってきたような気がします。プラネタリア東京は、星や宇宙に強い興味がある人だけの場所ではないと思います。忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、視線を上に向けたい人にとても合っている場所です。遠くへ行かなくても、特別な準備をしなくても、静かな宇宙の時間を持つことができます。東京の真ん中で、こんな風に心を休ませられる場所があることは、とても大切だと感じました。プラネタリア東京は、日常と宇宙の間を優しくつないでくれる空間だと思います。今日は、東京の街の中に静かに広がっている東京トイレットを巡った時のことを話したいと思います。トイレと聞くと、目的のために短い時間だけ使う場所というイメージが強いですが、このプロジェクトのトイレは、ただの設備ではなく、街の中の風景の一部として存在しているように感じました。観光スポットとして紹介される理由も、実際に見て歩いてみると自然に理解できます。東京トイレットは、主に渋谷区にあり、世界的に知られている建築家やデザイナーが、それぞれ違う考えで作っています。そのため、一つ一つのトイレが全く違う形や雰囲気を持っていて、同じトイレという言葉ではまとめられないほど個性があります。地図を見ながら場所を探して歩く時間も、まるで小さな建築巡りのようでした。最初に見たトイレは、とてもシンプルで、周りの公園や道に自然に溶け込んでいました。目立ちすぎず、でも
近づくと普通とは少し違うと気づく、その距離感が印象的でした。使う前から安心感があり、入ってみようと思える雰囲気があります。清潔さだけでなく、使う人の気持ちを考えて作られていることが、見ただけでも伝わってきました。別の場所にあるトイレは、色や素材がはっきりしていて、遠くからでも目に入ります。最初は少し驚きましたが、周りの風景と不思議と合っていて、時間が経つと、その場所の一部として自然に見えてきました。街の中にあるものは、目立つことだけが大切なのではなく、時間と一緒に受け入れられていくことも大切なのだと感じました。実際に使ってみると、どのトイレもとてもきれいで、使いやすく、安心して入ることができます。外国人や子供、高齢の人、誰でも使えるように工夫されていて、公共という言葉の意味を改めて考えさせられました。使う人を選ばないことが、ここまで丁寧に形になっているのは、あまり見たことがありません。印象的だったのは、トイレの中に入った時の静けさです。外は車や人の音があるのに、中に入ると、それらが少し遠くなります。短い時間でも、一息つける空間になっていて、用を足す以上の役割を持っているように思えました。街を歩いて疲れた時、こうした場所があることは、とても大きな意味があります。東京トイレットを巡っていると、自然と街の見え方も変わってきました。今まで気にしていなかった公園や道、建物の配置に目が向き、ここにこんな空間があったんだと気づくことが増えます。トイレを見に来たはずなのに、結果として街そのものを見直している感覚がありました。観光地のように写真を撮るためだけの場所ではありませんが、記憶にはしっかり残ります。それは強い印象を与えるからではなく、日常の中に静かに入り込んでくる存在だからだと思います。東京トイレットは使われることを大切にしながら同時に見られることも意識された、とてもバランスの取れたプロジェクトだと感じました。夕方になり、人の流れが変わっていく中で、トイレの見え方も少しずつ変化していきました。昼は明るく開かれた印象だった場所が、夜になると落ち着いた表情になります。その変化を見ていると、このトイレたちも街と一緒に一日を過ごしているのだと感じられました。東京トイレットは、トイレは目立たない方がいいという考えを静かに変えてくれる存在です。目立つためではなく、考え方を伝えるためにデザインがあります。誰もが毎日使う場所だからこそ、ここまで丁寧に作る意味があるのだと思いました。このプロジェクトを通して、東京という街が人の生活の細かい部分まで大切にしようとしていることが伝わってきました。遠くから来た人にとっても、ここで生活する人にとっても、安心して使える場所が街の中に自然にあることはとても大切です。東京トイレットは特別な建物ではありませんが、東京の考え方や優しさを静かに教えてくれる場所だと思います。今日は渋谷の上空にある渋谷スカイに行った時のことを話したいと思います。渋谷といえば、人の多さや音、速いテンポを思い浮かべる人が多いと思いますが、この場所は、そんな渋谷を全く違う距離から見せてくれる場所でした。地上にいる時とは、時間の流れも気持ちの動き方も少し変わってくるのを感じます。渋谷駅の周りはいつ来ても人が多く、
信号の音や話し声が重なっています。その中を歩いていると、自然と気持ちも少し急ぎがちになります。でも、建物の中に入り、エレベーターで上へ向かうにつれて、外の音が少しずつ遠くなっていきました。数字が上がっていくのを見ながら、今から別の渋谷を見るんだなと思い、気持ちも静かに切り替わっていきます。展望エリアに出た瞬間、目の前が一気に開けました。空が近く、風が直接当たり、街がずっと下の方に見えます。ガラス越しではなく、屋外に立っている感覚が強く、高い場所に来たという実感が体ではっきりわかりました。さっきまで歩いていた交差点やビルが小さくまとまって見え、その変化に少し驚きました。周りを見渡すと、東京の街が遠くまで続いています。建物の多さは変わらないのに、上から見ると不思議と落ち着いた景色に見えました。渋谷の賑やかさも、ここから見ると一つの流れのように感じられます。早く動いているように見えた街が、実はとても大きく、ゆっくりした存在なのだと、初めて気づいた気がしました。展望スペースでは、写真を撮る人も多いですが、ただ立ち止まって景色を見ている人もたくさんいました。誰かと話していても、声は自然と小さくなり、みんなこの高さと景色を静かに受け止めているようでした。渋谷という場所で、これほど落ち着いた空気を感じるとは思っていませんでした。天気がいい日には、遠くの山や東京の外側まで見えることがあります。空が広く、雲の動きもよく見えるので、時間が止まったように感じる瞬間もありました。街の中にいると、空を見る余裕がなくなりがちですが、ここでは空が主役になっているように思えます。視線が自然と上に向き、気持ちも軽くなっていきました。しばらく景色を見ていると、頭の中にあった細かい考え事が少しずつ遠くなっていきます。渋谷ではいつも何かに反応し続けている感じがありますが、渋谷スカイではその必要がありません。街を見下ろすことで、自分の立ち位置や悩みも少し引いて見られるような感覚がありました。夕方になると、空の色がゆっくり変わり、街の雰囲気も少しずつ変化していきます。明るい昼の東京から光が増えていく夜の東京へ、その移り変わりを同じ場所で見られるのは、とても贅沢な体験です。建物の明かりが一つずつつき始める様子を見ていると、街が静かに呼吸しているように感じられました。夜になると、渋谷の街は光の集まりになります。音は聞こえないのに、人の動きやエネルギーが光として伝わってくるようでした。それでも、うるさい印象はなく、全体としてとてもきれいにまとまって見えます。下にいる時とは全く違う渋谷の表情です。帰る時間が近づくと、もう少しここにいたいと思いました。何か特別なイベントがあるわけではありませんが、この高さと景色そのものが十分な体験になっています。渋谷スカイは渋谷を楽しむ場所であると同時に、渋谷から少し離れるための場所でもあると思いました。渋谷は刺激が多く、疲れやすい街だと感じることもあります。でも少し上に行くだけで、こんなにも静かで広い視点が持てる場所があることに、驚きと安心を感じました。渋谷スカイは東京の速さの中で
自分のペースを取り戻せる場所です。渋谷をよく知っている人にも、初めて来る人にも、ぜひ一度体験してほしい、東京の新しい景色だと思います。今日は、東京の新しい観光スポットとして話題になっている。東京ドリームパークを訪れた時のことを話したいと思います。ここは、特定のテーマだけに縛られた場所ではなく、今の東京を一つの空間に集めたような施設だと感じました。入る前から、ここでは何かを見るというより、何かを体験する時間になるだろうと自然に思えてきます。建物に近づくと、まずその開放的な雰囲気が目に入ります。大きくて新しい建物ですが、冷たい印象はなく、人が集まることを前提に作られているように感じました。入り口の周りには、写真を撮っている人や、ゆっくり歩いている人がいて、急いでいる空気はあまりありません。東京の中心にあるのに、どこか余裕のある空間だと思いました。中に入ると、音や光の使い方がとても印象的でした。強すぎる演出ではなく、歩いている人の動きに合わせて自然に変わっていくような感覚があります。はっきりとした目的がなくても、ただ歩いているだけで、ここに来ているという実感が生まれます。展示や体験スペースも、説明をたくさん読まなくても楽しめるように作られていて、言葉より感覚が先に動く場所だと思いました。しばらく歩いていると、年齢や国籍の違う人たちが同じ空間でそれぞれの楽しみ方をしているのがわかります。誰かに合わせる必要はなく、興味を持った場所に立ち止まり、そうでなければ次へ進む、その自由さが心地よく感じられました。東京ドリームパークは、こう過ごしてくださいと決められていないところが、大きな魅力だと思います。屋内の空間を楽しんだ後、外のエリアにも出てみました。空が見える場所に出ると、さっきまでの室内とは少し違う空気が流れています。ベンチに座って休んでいる人や、景色を見ながら話している人もいて、ここが一時的なイベント会場ではなく、過ごす場所として作られていることが伝わってきました。建物の中と外が自然につながっている感じがありました。施設全体を通して感じたのは、新しいのに落ち着けるという不思議なバランスです。最新の技術やデザインが使われているはずなのに、緊張する感じはありません。むしろ、初めて来たのに、もう一度来たことがあるような安心感があります。それは、この場所が特別な人のためではなく、誰でも自然に入れる場所として作られているからだと思いました。時間を気にせず歩いていると、あっという間に時間が過ぎていました。次にどこへ行くかを考えるより、もう少しここにいようかなと思わせてくれる場所は意外と多くありません。東京ドリームパークでは、予定を詰めすぎない方が楽しめるように感じました。夕方に近づくと、光の使い方や雰囲気が少しずつ変わっていきます。昼の賑やかさとは違い、落ち着いた時間が流れ始め、歩いている人の動きもゆっくりになります。その変化を感じられるのも、この場所の魅力の一つです。一日の中で同じ場所が違う表情を見せてくれます。帰る頃には、何かをたくさん見たというより、いい時間を過ごしたという気持ちが残りました。強い刺激や分かりやすい感動ではなく、じわじわと心に残る体験です。
東京ドリームパークは最新の観光スポットでありながら、急がず自分のペースで過ごすことを許してくれる場所だと思いました。東京には新しい場所が次々に生まれますが、その中でまた来たいと自然に思える場所はそれほど多くありません。東京ドリームパークは流行だけで終わらず、これからの東京の日常の一部になっていく、そんな可能性を感じさせてくれる場所でした。初めて来る人にも何度も来る人にもそれぞれ違う時間を用意してくれる新しい東京の形だと思います。今日は渋谷にある宮下パークを歩いた時のことを話したいと思います。渋谷というと人が多くて落ち着かない場所というイメージを持つ人も多いと思いますが、宮下パークはその渋谷の中にありながら少し違う時間の流れを感じられる場所でした。買い物や食事、公園で過ごす時間が同じ空間の中で自然につながっているのがとても印象に残っています。建物に近づくとまず目に入るのは上に広がる緑の空間です。ビルの上に公園があるというだけで少し不思議な感じがしますが、実際に見てみると思っていたよりも開放的で空が近く感じられました。地上の賑やかな通りとは違い、上に上がるだけで音や空気が少し変わります。公園エリアを歩いてみると、ベンチに座って話している人や静かに一人で過ごしている人の姿が見えました。観光スポットというより、日常の中の場所として使われている印象です。写真を撮る人もいますが、長く立ち止まって風を感じている人の方が多く、急いでいる雰囲気はあまりありませんでした。渋谷にいるのに少し気持ちが緩むのを感じます。公園のすぐ下にはカフェやレストラン、ショップが並んでいます。買い物をする人、食事を楽しむ人、ただ歩いている人がそれぞれの目的で同じ場所に集まっているのが宮下パークらしさだと思いました。どこか一つだけを楽しむ場所ではなく、いろいろな過ごし方が同時に許されている空間です。店の前を歩いていると気になる場所がいくつも目に入りますが、全部を見る必要はありません。今日はここまで、また次はあそこへ、というように何回かに分けて楽しめそうだと感じました。渋谷の他の場所では、今のうちに全部見なければと思いがちですが、ここではその気持ちが自然と弱くなります。少し疲れたら、また公園に戻って座ることができます。上から街を見下ろすと、たくさんの人が行き交っているのが見えますが、音はそれほど気になりません。街の動きは見えるのに、巻き込まれていない感じがあり、その距離感がとても心地よく思えました。渋谷のエネルギーを感じながら、同時に休める場所は意外と少ないと思います。夕方になると、殻の色が少しずつ変わり、公園の雰囲気も落ち着いてきます。昼間とは違い、歩く人のスピードもゆっくりになり、話し声も柔らかくなっていきました。買い物を終えた人や仕事帰りの人が少しだけ立ち寄っている様子を見ると、宮下パークが特別な場所ではなく、日常の一部として使われていることがよくわかります。夜になると、建物の明かりと公園の照明が合わさり、全体が落ち着いた雰囲気に包まれます。賑やかな渋谷の夜とは違い、ここでは静かに過ごす選択もできます。遅くまで営業している店がある一方で、ただ座って話したり、
何もせずに景色を見たりする時間も自然に受け入れられています。宮下パークを歩き終えたとき、たくさん遊んだというより、いいバランスで過ごせたという感覚が残りました。買い物、公園、食事、そのどれか一つが強すぎるわけではなく、全部がちょうどよくつながっています。渋谷という街の新しい使い方を体で教えてくれる場所だと思いました。渋谷は変化の早い街ですが、宮下パークはその変化の中で人が少し休める場所として、とても大切な存在だと感じます。目的があって行ってもいいし、特に理由がなくても立ち寄れる、その自由さがこの場所の一番の魅力です。東京を歩く中で、ここに来ると少し落ち着くと思える場所があることは、とてもありがたいことだと思いました。宮下パークは、今の東京らしさと人の優しい時間がちょうどいい形で重なっている場所です。今日は、東京で話題のデジタルアート空間チームラボボーダーレスを訪れた時のことを話したいと思います。この場所は、美術館と聞いて想像する静かな展示室とは少し違い、どこを歩いても体験が続いていく空間だと感じました。入る前から、ここでは作品を見るというより、自分がその中に入っていく時間になるのだろうと自然に思えてきます。入り口を通り、中に入ると、まず光と音に包まれます。壁や床、天井の境界がはっきりせず、どこまでが空間で、どこからが作品なのかがわからなくなります。説明の文字を読む前に、体が先に反応しているような感覚がありました。明るさや色がゆっくり変わり、足を止めるたびに、周りの景色も少しずつ変化していきます。歩いていると、作品は決まった場所に止まっていません。さっき見た光が別の部屋へ流れていったり、壁を越えて広がっていったりします。その動きを追いかけるうちに、次はどこへ行こうという考えより、今何が起きているかに自然と意識が向きました。地図がないこともこの場所の特徴ですが、迷っている感じはありません。どこへ行っても体験が続いているという安心感があります。人は多いはずなのに、不思議と混雑している感じは少なく、それぞれが自分のペースで歩いています。写真を撮る人もいれば、立ち止まってじっと光の動きを見ている人もいます。誰かと同じ見方をする必要がなく、こう感じなければならないという正解がないことがとても自由に思えました。暗い空間の中で色や形がはっきり浮かび上がると、時間の感覚が少し変わってきます。時計を見ようという気持ちが消え、何分経ったのかわからなくなりました。普段は次の予定や時間を気にしながら動いていますが、ここではその必要がありません。作品の変化に合わせて気持ちも静かに動いていきます。しばらく歩いていると、自分の動きが空間に影響していることに気づきました。近づくと変わる色、立ち止まると広がる光、その一つ一つが自分もこの作品の一部になっているように感じさせます。ただ見ているだけではなく、そこにいること自体が体験になっているのが、チームラボボーダーレスの大きな特徴だと思いました。言葉で説明しようとすると少し難しく感じますが、実際に中にいるとその必要はありません。理解するより感じることが先に来ます。難しい知識がなくても、アートに詳しくなくても、
ただ歩き、立ち止まり、光や音を受け取るだけで十分でした。その優しさが、この場所を多くの人に開いている理由だと思います。途中で少し静かな空間に入ると、動きの少ない光がゆっくり広がっていました。さっきまでの強い刺激とは違い、落ち着いた時間が流れています。その変化がとても自然で、無理に盛り上げようとしていないところに安心感を覚えました。強い印象だけでなく、静かな余白もちゃんと用意されている場所です。終わりに近づいても、ここで終わりというはっきりした区切りは感じませんでした。最後まで体験が続いているような感覚があり、外に出た時に初めて現実に戻ってきた気がしました。外の明るさや音が少し強く感じられたのを覚えています。チームラボボーダーレスで過ごした時間は、楽しかったという言葉だけでは足りない気がしました。驚きや綺麗さだけでなく、自分の感覚が少し広がったような不思議な余韻が残ります。何かを学んだわけではありませんが、普段とは違う見方や感じ方を体が覚えたように思いました。この場所はアートを見に行くというより、感覚をゆっくり動かしに行く場所だと思います。忙しい日常の中で、頭ではなく体で感じる時間を持つことは意外と少ないかもしれません。チームラボボーダーレスは、そうした時間を自然に作ってくれる、今の東京らしい新しい体験の一つだと感じました。初めて行く人も、もう一度行く人も、その時の気持ちや状態によって、きっと違う景色が見える場所だと思います。今日は、有楽町にあるプラネタリア東京を訪れた時のことを話したいと思います。東京の中心にあり、駅の近くで人も多い場所なのに、この施設に入った瞬間、外の世界と少し距離ができたように感じました。賑やかな街の中で、静かに空を見る時間が用意されていること自体が、とても特別に思えます。入り口に近づくと、照明は落ち着いていて、全体の雰囲気が柔らかく作られています。急いで歩く人は少なく、自然と足取りがゆっくりになります。週に入る前から、ここでは静かに過ごしていいんだという気持ちに切り替わっていくのが分かりました。東京にいることを忘れるというより、東京の中で別の時間に入っていくような感覚です。館内にはカフェや展示スペースもあり、プラネタリウムに入る前からすでに落ち着いた時間が始まっています。暗すぎず、明るすぎず、どこにいても目が疲れないように感じました。ここでは何かを急いで選ぶ必要がなく、ただいまの気分に合わせて動けばいい、その自由さが心地よく思えました。ドームに入ると、座席はとてもゆったりしていて、体を預けると自然に力が抜けます。天井いっぱいに広がる空を見上げる姿勢になるので、普段とは違う体の感覚になります。その時点で、すでに日常から少し離れていることに気づきました。周りの人の気配はありますが、腹いさの中でみんな同じ方向を見ている感じがあり、不思議な一体感があります。映像が始まると、星空がゆっくりと広がっていきました。とてもはっきりした星の光が、静かな音楽と一緒に流れていきます。難しい説明が多いわけではなく、言葉も優しく、星にあまり詳しくなくても自然に入り込める内容でした。知識を増やすというより、空を感じる時間だと感じました。
星が動く様子を見ていると、時間の感覚が少し変わってきます。東京では、時間はいつも早く進んでいるように感じますが、ここではゆっくり流れているように思えました。仕事や予定のことを考える気持ちはいつの間にか遠くなり、今見ている光と音だけが残ります。映像の中で星空だけでなく、宇宙の広がりや地球の位置が表現されると、自分がとても小さな存在に感じられました。でも、その小ささは不安ではなく安心に近いものでした。すべてを自分で抱えなくてもいいのだと、静かに教えられているような気がします。音楽とナレーションは強すぎず、眠くなるほどでもなく、ちょうどいい距離感でした。目を閉じても、また開いても、どちらでも心地よく過ごせます。集中して見ることもできるし、少しぼんやりすることも許されている、その空気がとても優しく感じられました。上映が終わり少しずつ明るくなると、現実に戻ってくる感覚がありますが、急に引き戻される感じはありません。立ち上がった時、体も気持ちも来た時より軽くなっているのに気づきました。短い時間だったはずなのに、しっかり休んだような感覚が残っています。外に出ると、また東京の音や光に包まれます。でも、不思議と疲れは感じませんでした。さっき見た星空が、心の奥に静かに残っていて、街の賑やかさも少し柔らかく受け止められるように思えました。空を見上げる余裕が少し戻ってきたような気がします。プラネタリア東京は、星や宇宙に強い興味がある人だけの場所ではないと思います。忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、視線を上に向けたい人にとても合っている場所です。遠くへ行かなくても、特別な準備をしなくても、静かな宇宙の時間を持つことができます。東京の真ん中で、こんな風に心を休ませられる場所があることは、とても大切だと感じました。プラネタリア東京は、日常と宇宙の間を優しくつないでくれる空間だと思います。今日は、東京の街の中に静かに広がっている東京トイレットを巡った時のことを話したいと思います。トイレと聞くと、目的のために短い時間だけ使う場所というイメージが強いですが、このプロジェクトのトイレは、ただの設備ではなく、街の中の風景の一部として存在しているように感じました。観光スポットとして紹介される理由も、実際に見て歩いてみると自然に理解できます。東京トイレットは、主に渋谷区にあり、世界的に知られている建築家やデザイナーが、それぞれ違う考えで作っています。そのため、一つ一つのトイレが全く違う形や雰囲気を持っていて、同じトイレという言葉ではまとめられないほど個性があります。地図を見ながら場所を探して歩く時間も、まるで小さな建築巡りのようでした。最初に見たトイレは、とてもシンプルで、周りの公園や道に自然に溶け込んでいました。目立ちすぎず、でも、近づくと普通とは少し違うと気づく、その距離感が印象的でした。使う前から安心感があり、入ってみようと思える雰囲気があります。清潔さだけでなく、使う人の気持ちを考えて作られていることが、見ただけでも伝わってきました。別の場所にあるトイレは、色や素材がはっきりしていて、遠くからでも目に入ります。最初は少し驚きましたが、周りの風景と不思議と合っていて、時間が経つと、
その場所の一部として自然に見えてきました。街の中にあるものは、目立つことだけが大切なのではなく、時間と一緒に受け入れられていくことも大切なのだと感じました。実際に使ってみると、どのトイレもとてもきれいで、使いやすく、安心して入ることができます。外国人や子供、高齢の人、誰でも使えるように工夫されていて、公共という言葉の意味を改めて考えさせられました。使う人を選ばないことが、ここまで丁寧に形になっているのは、あまり見たことがありません。印象的だったのは、トイレの中に入った時の静けさです。外は車や人の音があるのに、中に入ると、それらが少し遠くなります。短い時間でも、一息つける空間になっていて、用を足す以上の役割を持っているように思えました。街を歩いて疲れた時、こうした場所があることは、とても大きな意味があります。東京トイレットを巡っていると、自然と街の見え方も変わってきました。今まで気にしていなかった公園や道、建物の配置に目が向き、ここにこんな空間があったんだと気づくことが増えます。トイレを見に来たはずなのに、結果として街そのものを見直している感覚がありました。観光地のように写真を撮るためだけの場所ではありませんが、記憶にはしっかり残ります。それは強い印象を与えるからではなく、日常の中に静かに入り込んでくる存在だからだと思います。東京トイレットは使われることを大切にしながら同時に見られることも意識された、とてもバランスの取れたプロジェクトだと感じました。夕方になり、人の流れが変わっていく中で、トイレの見え方も少しずつ変化していきました。昼は明るく開かれた印象だった場所が、夜になると落ち着いた表情になります。その変化を見ていると、このトイレたちも街と一緒に一日を過ごしているのだと感じられました。東京トイレットは、トイレは目立たない方がいいという考えを静かに変えてくれる存在です。目立つためではなく、考え方を伝えるためにデザインがあります。誰もが毎日使う場所だからこそ、ここまで丁寧に作る意味があるのだと思いました。このプロジェクトを通して、東京という街が人の生活の細かい部分まで大切にしようとしていることが伝わってきました。遠くから来た人にとっても、ここで生活する人にとっても、安心して使える場所が街の中に自然にあることはとても大切です。東京トイレットは特別な建物ではありませんが、東京の考え方や優しさを静かに教えてくれる場所だと思います。